イギリス一の大空港、ロンドン、ヒースロー空港からこんにちは。ゆっくり歌劇団の双璧の一人、銀様でございます。これから私たちは、アイリッシュ海に浮かぶ離島、マン島へ飛び立ちます。って、いきなり言っても、そこ、どこって思う人が多いことでしょう。いろんな意味で、レジェンドな場所だぞ。知らない人いないと思うけどな。ゆっくり黙れ。なので今日は、ロンドンを旅立つところから、始めていきますね。よろしくお願いします。マン島は、ロンドンから見て、北西に400キロ、イギリスの大部分を占める、グレートブリテン島と、アイルランド島の間に位置している。面積は、日本の淡路島と同じぐらい。規模は小さいものの、イギリス連邦の統治から離れ、自治が認められている、一つの国である。また、イギリスと違い、EU、ヨーロッパ連合にも加盟していない。隣の、7つの海を制した大国が、連合を、抜けるだ抜けないだ、大揉めしている横で、マイペースを保っている。一つ補足です。私たちが、イギリスを経由してマン島に行ったのは、2019年7月のこと。当時まだイギリスは、EU に加盟していた時期でした。そんな、イギリス連邦政府の支配を受けず、独自の憲法や、文化を守ってきたマン島には、独特な鉄道が存在する。なんて、偉そうに言ってますけど、こいつ、行き先が分かってから、興奮してうるさかったです。なんか、有名なレースがあるんだって？そうなんだよ。ここでは、毎年6月に、世界有数のバイクレース、マントーツーリストトロフィー、通称、マントー TT が開催される。ゆっくり、落ち着け。あら、ごめん遊ばせ。マントー TT レースは、1907年から続く、伝統的なレースで、コースはすべて一般道。普段は閑静な住宅地から、天気の変わりやすい山まで、様々な道を、各社自慢のバイクが、平均時速200キロ以上で駆け抜ける。1961年、当時はまだ、東洋の小さなバイクメーカーに過ぎなかったホンダは、ここで優勝したことによって、名前を世界に知らしめ、世界的な大企業へと発展していった。最高速度が200キロちょっとなら、サーキットより、少し遅めぐらいですかね。銀助、よく見ろ。私が言ったのは、平均時速だ。61キロのコースを、一周するのにかかった時間から割り出した速度だよ。一番スピードが乗る区間だと、320から30キロは出るそうだ。いやほんと、オンボードの映像がマジですごいんだぞ。サーキットと違って、荒れてて狭くてうねった道なのに、選手はみんな、構わず全開で走行するんだよ。いつか生で観戦したいもんだけど、開催期間中は、まず宿が取れなくてさ。もともと小さい島で、宿泊施設が少ない上、世界的なレースだから、1年以上前に、普通の宿は、すべて埋まっちゃってるんだ。今回みたいに、レースの時期を外せば、簡単に予約が取れるんだけどな。滞在中に、少しコースを見られたりするんだろうか。一般道なら、チャンスはあるんじゃないの？ということで、今回からしばらく、マン島の珍道中にお付き合いください。さて、ここからは、島へのアクセスをお話ししましょう。日本の淡路島は、大きな橋が架けられているのに対して、マン島には、橋やトンネルの類が、一切ありません。往来が多くなく、本土から最も近い場所からでも、距離が30キロ以上あり、陸続きにする必要性が、それほど高くないためです。飛行機を使えば、ロンドンからは、およそ1時間、イギリスの最大手、ブリティッシュエアウェイズの子会社や、格安航空会社、イージージェットなどが、定期便を運航しています。今回僕たちは、フライビーという、イギリスのローカルエアラインを利用することにしました。ロンドンから、マン島までの運賃は、往復、18,000円、23キロまでの、預け荷物込みのお値段です。需要が旺盛でなく、競合他社が多い路線でもないので、少しお高めでした。距離が長いはずの、ドイツ、ロンドン間の方が安いぐらいでしたもんね。ただ航空運賃は、季節や予約時期によって変化するので、この数字は、参考程度にしてください。ここ、ヒースロー空港は、各国から、大型で最新鋭の飛行機が、次々に飛んできます。けれども、マン島行きの飛行機は、場違いなほど小さな機体です。搭乗口も、ターミナル直結ではなく、離れた場所が割り当てられ、連絡バスを使って乗り込みます。
ANA が止まってるぞ。空飛ぶ三八くんもいますね。でも僕たちが乗るのは、これですな。ボンバルディア、ダッシュ8、9400か。ちょっと語れるぞ。語らなくていいです。私たち、これまで何度か、飛行機を使って移動してますけど、プロペラ機に乗るのは初めてですね。翼が高いところにあるので、景色が遮られる心配がなさそうです。ジェット機より、少し低い場所を飛ぶから、眺めはいいはずだ。でもその分、揺れやすいってことだよね。機体も小さくて、気流の影響も受けそう。まあ、中に入りましょう。愛さん、銀助、そのごめん。座席の位置、失敗した。ゆっくりさん、早速やらかしましたね。これは、言い訳不可能です。私の責任でございます。今何が起きたのか、お話ししましょう。フライビーは、予約時に、座席の選択ができます。前から7列目と、8列目が空いていたので、ゆっくりに選ばせたところ、末広がりの、8を選んだんです。そうしたら、ゆっくり、窓の外の、これなんだ。プロペラですな。動き出したら、これが常に、顔の横で回ってるってことですよね。飛んでる時に外れるってことは、まずないと思いたいですけど、結構怖いです。一列前だったらよかったのに。銀助、これで何かあったら、家族によろしく言っといてくれ。何を言ってるんだ。私たちが家族だろ。お前を家族だと思ったことは一度もねえ。銀ちゃんが家族かどうかは置いといて。すげえ、下に見えてるの、ターミナル5じゃね？ゆっくりさん、ちょっと黙ってて。すんません。時間になり、私たちの乗った、小さなプロペラ機は、大型機がひしめく、大空港を飛び立ちました。離陸の直後に、HST 君たちが走る、グレートウエスタン本線の上を飛び越したり、普段は翼で隠れてしまう、車輪の収納が見れて、楽しかったです。というか、主にこの人がはしゃいでました。と同時にゆっくりは、窓の横のプロペラに、本気でビビってました。忘れろ。実際離陸の時、すごい勢いで回ってて怖かったんだぞ。では、満島に向けて飛んでいる間、今回利用しているエアラインについて、お話ししていきましょう。フライビーは、イギリスの地方都市や、離島への路線を展開する航空会社です。ロンドンから、各地へはもとより、ドイツなど、近隣国の主要都市からも、イギリスの地方に、直行便を飛ばしています。航空機はすべて、100隻未満の小型機です。今乗っている、ボンバルディア製のプロペラ機と、ブラジル製の小型ジェット機を、計110機以上保有しています。座席はエコノミークラスのみ、ドリンクや軽食といった機内サービスは、すべて有料で、半分 LCC のようです。でも、安全性は高く、2015年から、世界で最も安全な航空会社ランキング、ベスト10に、5年連続でランクインしていました。定時率の高さも自慢で、一部の機体に、飛行機は、鉄道や道路より速いぜ。という、挑発的な煽り文句まで書かれています。しかし、速かったのは、移動速度だけではありませんでした。実はこのフライビー、以前から経営状態が悪く、提携する、大手航空会社の支援で、生きながらえていました。しかしそれも、2019年末をもって、打ち切られてしまいます。そして、翌、2020年、新型コロナウイルスによる、航空需要の激減がとどめとなり、真っ先に倒産してしまうのです。運航停止の発表は、突然行われ、予約済みの航空券は、ただの紙と化してしまいます。もちろん返金なんてありません。イギリスの民間航空局は、救済措置として、他の航空会社への振り替えに奔走しますが、大手が網羅していない地方への路線も多く、途方に暮れるお客さんが、大勢いました。しかしこの時、救いの手を差し伸べた者がいました。かつて、フライビーが挑発していた、鉄道と、高速バスです。HST 君や、ペンドリーノ君が属する、長距離鉄道会社。それから、長距離バスの運行会社は、イギリス全土に、きめ細かいネットワークを持ち、フライビーが飛んでいたルートと、ほぼ同じ街への輸送が可能です。
そこで、彼らは協力して、チケットを購入していた人に対し、同じ目的地まで、無料で乗車できることにしたのでした。えっちゃんたち、いいやつだな。別に、お客さんを助けたくてやったわけじゃないんだからね。お上に言われて、仕方なく振り替え輸送をしただけなんだからね。そういえばこの会社、前から経営が良くないんじゃないかなと思うことがありました。飛行機って、2つのエンジンを搭載していますけど、地上の走行時は、1つのエンジンだけを動かしていたんです。ターミナルから滑走路に向かう、離陸前と、着陸後、滑走路からターミナルまでの過程を、片方のエンジンの推力だけで行い、離陸滑走の直前で、2機目のエンジンを始動させていました。多分これによって、燃料を節約していたと思うんですよね。愛さん、その、片側エンジンの走行は、なぜかいつも、右側ばっかり使ってなかったか？そう言われればそうかも。だろうな。これには、もう一つの理由がある。航空機は一般的に、乗客の乗り降り、貨物の積み下ろし作業は、メインエンジンを停止させてから行う規則になっている。ところが航空機のエンジンは、自動車、鉄道用と違い、停止操作後もしばらく、惰性で回転を続けてしまう。しかもダッシュ8は、駆動エンジンとプロペラが繋がっていて、エンジンを切ってからも、しばらくの間、プロペラが高速回転しているのだ。この間は、安全のため、乗客が機外に出られず、地上の作業員も、迂闊に機体に近づけない。おまけにこの機体は、旅客の乗降用と、荷物用のドアが共に、左側に設けられている。あ、わかった。駐機場に着いたら、すぐに作業に取り掛かれるよ。着陸後は先に、左側のエンジンをシャットダウンして、プロペラの動きを停止させていたんですね。そういうこと。フライビーのような、半分 LCC の航空会社は、機材の稼働率を上げるため、地上の折り返しにかかる時間を、なるべく短くしたい。片側エンジンの走行は、安全規則を守りつつ、効率を上げる工夫だったんだよ。ちなみに、プロペラ機と違って、一見わかりにくいが、片側エンジンの地上走行は、ジェット機でも行うことがある。特に、着陸してからターミナルに向かうとき、搭載した燃料は、ほぼ使い果たしていて、機体が非常に軽くなっている。だから、一つのエンジンでも、問題なく走行が可能なのである。それじゃあ、離陸前のは？あれは、燃料の節約が目的だろうな。ロンドンみたいな大きい空港だと、駐機場から滑走路まで、10分以上走ることもあるから。なら、なんでまた、右のエンジンを動かしてるのかというと、この飛行機は、機体の左側に、出発直前まで繋いでいる、外部電源のコネクターがあるんだよ。だから、何もない右側のエンジンを、先に始動させるんだ。でもこれって、片方のエンジンばかり、長く動かしていることになりますよね。左右の稼働時間に差が出て、消耗部品の交換周期や、エンジン本体の経年劣化、などなど、整備が面倒になりそうですが、それは問題ない。定期整備の時に、左右のエンジンを入れ替えて、同じ稼働時間にさせるから、大丈夫なんだそうだ。さて、そんな話をしていたら、飛行機は、イギリス本土を後にし、海の上を飛び始めました。ここまで来ると、あと少しで満島です。機体は時期に高度を下げ、着陸態勢に移っていきます。さっきと逆で、車輪が降りるところが見られるな。というわけで、無事、満島に到着しました。わずか1時間で、なんだか、1日の体力の大半を、消耗しちゃった気がします。T ちゃんは、離陸前から着陸直前まで、緊張しっぱなしだったもんねー。でもこれからが本番なんだからね。Very good evening, ladies and gentlemen. Thank you once again for traveling with Flybe. 満島の空港は、規模が小さいおかげで、飛行機が、ターミナルのすぐ前まで走行してくれます。
駐機場に到着後、ドアが開いたら、お客さんは、地上を歩いて建物へ向かいます。建物は、フランスの航空事故調査局と同じぐらい小さいな。あれよりちょっとおしゃれだね。マン島は、一定の独立性を保った国ですが、入出国の管理上は、イギリスの一部とみなされています。なので、ロンドンからの航空便は、イギリスの国内線と同じ扱いになり、入国審査がありません。到着ロビーで、飛行機に預けていた荷物を引き取ったら、すぐに空港を後にできます。空港から近くの町までは、およそ13キロ。地元の路線バスに、30分ほど揺られて、島で一番大きい町、並びに、マン島の首都である、ダグラスに向かいます。ここは、ホテルや商業施設が充実していて、マン島を訪れる観光客は、滞在拠点にする人が多い場所です。ただ、空港からの路線バスには、行き先表示に、ダグラス、と書かれていません。この町は、途中の経由地で、少し先が、路線の終点だからです。しかも中には、ダグラスと逆方向に行くバスもありますので、乗車前に、運転手さんに行き先を確かめるのがいいと思います。ダグラス方面のバスは、だいたい、隣村の、オンチャン、という場所まで行くみたいです。今は、約2万8000人の人々が暮らす、ダグラスは、ビクトリア王朝の後期、1870年頃から、観光地として栄えてきました。町の南端に、フェリーターミナルがあり、イギリス西岸の都市から、フェリーも毎日運航しています。フェリーの発着場所は、空港よりも近く、イギリス本土から、直接町にアクセスできます。料金も、飛行機より安く、往復で、9000円からです。なら、どうして安い船を使わなかったの？と疑問に思うことでしょう。確かに、こちらの方が、運賃は安いのですが、ロンドンから往復することを考えたら、飛行機の方がお得だったんです。なぜならフェリーは、ロンドンから290キロも離れた、リバプールを発着します。リバプールまでは、特急列車で、2時間半、もしくは、快速列車で、4時間以上を要します。しかも、船の出港は、朝の10時。港に着いたら、すぐ乗れるわけではなく、出発1時間前までに、乗船手続きも必要です。となると、確実にフェリーに乗るなら、前日にリバプール入りをして、前泊する必要が出てきますし、ロンドンからリバプールまでの移動にも、別途出費をしなければいけません。これらを考慮すると、ロンドンから1時間で着いてしまう飛行機が、結局のところ、一番安上がりだったんです。まあでもゆくりは、預け荷物の重量をオーバーしていて、何千円も超過料金を払ってましたから、最終的に、どっちがお得だったかは、わかりませんけどね。仕方ないだろ。毎回、何をそんなに詰め込んでるのさ。ダグラスの街は、海沿いに、3キロ弱のメインストリートがあり、レストランやホテル、ギフトショップなどの、観光施設が並んでいます。潮風に吹かれながら、のんびり散歩もいいですけど、ここには、ぜひ乗ってみたい鉄道があるんです。それが、一応、線路はあるな。本来なら、この大通りに、一つ鉄道が通ってるんですけど、僕たちが訪れた時期、メインストリートは、大規模な工事をしていて、ほとんどの区間が運休になっていました。もう一度仕切り直して、ご紹介しましょう。ダグラスベイ、ホーストラムウェイ。見てもわかる通り、馬が、レールに乗った馬車を引く、れっきとした鉄道です。これは、馬車鉄道といい、鉄道の原点というべき形態です。お馬さんの部分が、やがて蒸気機関に変わり、ディーゼルエンジンや、電気モーターに発展していったわけですね。馬車鉄道の路線は、およそ 2.7 キロ。メインストリートに沿って、南のフェリーターミナルから、ダグラスの町の北端までを結びます。線路はすべて、道路と一体化した、併用軌道です。ですがこの時、馬車鉄道が走っていたのは、道路工事をしていない、北の部分のみ。一区間、およそ400メートルを、行ったり来たりするだけの運転でした。トラムの開通は古く、1876年です。第二次大戦中を除き、140年以上にわたって、毎年運行されています。毎年？この鉄道は、冬になると運休するんだよ。
観光客向けのものだしね。車両は、19世紀末から20世紀初頭にかけて製造された車体が使われ続けています。一番新しくても、100年以上経った年代物なんです。私たちが訪れた期間はずっと、横の壁がないタイプの車両が往復していました。他にも、2階建て構造や、屋根がない、オープンスタイルもいるようです。現代の電車みたいに、複数の車両で連動するブレーキ、なんてものはないので、車両を2両につなげることはなく、常に単行運転です。ただし、2階建て客車を使う場合、車体が重いですから、馬だけ、2頭建てで運転、します。いわゆる、10連ですな。トラムを引く、大間さんは現在、12頭が在籍しています。普段は3キロ近い距離を走るので、複数の馬車が行き交いますが、運転区間が短縮されていた当時は、1台の車両を使い、頻繁に担当を変えていました。そうか、生き物だから、定期的に外に出して、お仕事をさせてあげないと、ストレスが溜まっちゃうんですね。そうなりますねー。なんて、終点の駅で、馬と車両を観察していたら、ちょうど、牽引役の交代が始まりました。鉄道で言えば、車両交換と、回送です。それにしても、よく訓練された、おとなしい子ですね。でもなんか、目のところに、変なものがついてない？あれは、視界を制限して、前方のみを集中させる器具だよ。競馬場を走るお馬さんにも、ついていることがあるぞ。馬は、顔の真横に目があり、広い視野を持つ生き物です。そして、神経が繊細で、些細なことで、注意がそれたり、驚いたりしてしまいます。特に、道路を歩く馬は、周囲の自動車などで気が散ってしまい、まっすぐ歩けなくなることもあります。そうした事態を防ぐため、視界の、後ろや真横を覆い、前だけを見るようにさせているんです。それはそうと、彼らはどこまで改装されるんでしょう。北端の駅の近くに、厩舎があるんだって。運転期間中は、中を見学することも可能です。けれど、お馬さんたちが、ご飯時になる、12時前から1時過ぎには、お世話で忙しくなるので、受付が一旦中断します。この時間になると、トラムの運転本数も、一時的に減るんですよ。生き物によって成り立っている鉄道ならではです。それでは、乗車してみましょう。今回はせっかくだから、景色がよく見える、一番前の席に座ってみました。座席は、背もたれを反転させる、転換クロスシートです。全員が前を向いて座れます。壁がないせいか、意外と速く感じるな。速度はだいたい、8キロぐらいかな？人間の、小走りぐらいのペースで走行します。当たり前ですが、馬と車両は、ブレーキが連動していません。ですから、後ろから追突しないように、運転士、じゃなくて、業者さんが、馬のスピードに合わせて、制動装置を、細かく調節していました。ブレーキは、ハンドルを回す、手動式です。こうした古典的な鉄道と対照に、乗車券のシステムは先進的でした。満島では、すべての交通機関で共通のタッチ式 IC カードが採用されています。デザインは満島らしく、疾走するバイクの写真でした。他にも、蒸気機関車や電車のデザインもあるようです。使い方は、日本のスイカなどと同じく、あらかじめ一定額をチャージしておき、乗車するたびに料金が引かれる、プリペイド方式です。名前は、ゴーカードと言います。島の住人用や、旅行者向けなど、いくつか種類があり、全車には、定期券機能が、旅行者向けのカードには、乗り放題パスのデータを書き込むことも可能です。残額を気にせず、島内全域を走る、すべての交通機関に乗り降りできますので、観光で訪れたら、乗り放題券を買うのが便利だと思います。
この馬車鉄道も、公共交通の一部です。走行中、カードの読み取り端末を持った車掌さんが、側面のステップを伝って、器用に移動し、乗客一人一人の改札を行っていました。お金といえば、マン島の通貨は、少しややこしいところがあるんです。イギリス本土のお金は、英国ポンドですが、この島では、マンクスポンド、という、独自の通貨が使われています。価値は、英国ポンドと、常に同じとされ、本土から持ち込んだ、紙幣やコインは、マン島でもそのまま使用可能です。しかし逆に、マン島で発行された貨幣は、イギリス本土で使うことができません。両替をしようにも、マン島のお金に対応している金融機関は少なく、手数料が加算されて、額も減ってしまいますから。滞在中に、お釣りなどで貯まったマンクスポンドは、島を離れる前に、すべて使い切ってしまうのがいいでしょう。紙幣1枚ぐらいなら、訪れた記念に残しておくのもありですけどね。それから、マン島は、路線バスから、街角の小さなカフェ、などなど、あらゆるお店で、クレジットカードが使えます。2、3日の短期滞在なら、思い切って、キャッシュレスで乗り切るのも、得策かと思われます。なんて、小ネタをお話ししているうちに、終点に到着したようです。これだけ？そうらしいな。ここから先も、鉄道はあるみたいですね。愛さん、いいところに気がついたな。マン島は、島の中央に山がある、起伏のある地形で、周りを囲むように町が点在する。山岳部にも、いくつか集落があり、どこも、美しい風景が広がっているという。これらの町や村を結ぶ交通手段は、現在バスが主流になっているが、小さいながら、鉄道も健在だ。しかも奴らは、イギリスの血を引きつつ、さらに独自の進化を遂げたため、他の地域では見られない、ユニークな形態をしている。くしくも、私たちが島を訪れたのは、夏の観光シーズン。鉄道は、増発が行われ、この時期でないと、外に出てこない車両もありました。次回から、島の風景とともに、そんな面白い鉄道を探索していきます。それでは今回の動画は、この辺で、終わりにしたいと思います。ここまでのご視聴、ありがとうございました。